ニコンマイクロレンズ対決 DX-MC35vs-MC50。 はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。今手元に借りてきた DX 用のマイクロレンズニッコール ZDX-MC35mm F1.7 があります。 DX 用ですが全長が伸びないインターナル方式なので全長が MC50 より 6mm 長いです。 Z52 につけるとトータルの重さは 770g になります。これは自分が所有している FX 用のマイクロレンズニッコール ZMC50mm F2.8 です。 DX-MC35 よりも最大径で 4.5mm 太く 40g 重いですがその差はわずかです。Z52 につけるとトータルの重さは 960g になります。マクロ撮影するなら MC50 をつけたフルサイズがいいのか DX-MC35 をつけた APS-C で十分なのか調べてみます。それでは Let's get started! ながチャンネル。1、操作性。 DX-MC35 と MC50 の大きな違いはフォーカスを合わせる方式です。 DX-MC35 は鏡頭内でレンズが動くので全長には変化がありません。 MC50 は全群繰り出し式で被写体に近づくほどレンズが伸びて飛び出してきます。通常の撮影ではコンパクトである利点がありますがニョキニョキ伸びるのは気になります。そこで自分は金属製のレンズフードをつけてレンズを保護しています。操作性の面では DX-MC35 の方が圧倒的に便利です。2、リングストロボ。マクロ撮影では被写体に近づくほど影が出ないように照明を当てるのが難しくなります。そこでレンズの先端にリングライトをつけて撮影した場合の作例で比べてみます。 DX-MC35 です。左がリングストロボあり、右がリングストロボなし。身長8センチのロボットの全身を入れたショットは余裕です。最短撮影距離まで近づいてみました。図鑑的なショットになってしまいますが、綺麗に撮れています。MC50 です。左がリングストロボあり、右がリングストロボなし。全身を入れたショット。もう少し光量を落とした方が良かったと思いました。最短撮影距離まで近づいてみました。オートで撮ったのですが露出オーバーしているので調整が必要でした。2枚を並べて比べます。左が DX-MC35 で F6.3、 右が MC50 で F8。 APS-C の F6.3 の方が被写界深度が深い感じです。等倍撮影の方は露出が合えば互角という感じです。Z52 のオートの方が一歩リードです。ながチャンネル。3、解像感。左からライトを当ててコインを等倍で撮影しました。左が DX-MC35、右が MC50。 解像感はどちらもバッチリです。
実行 F 値が2本とも F14 なので DXMC35 の方が被写界深度が深くなっています。十分な照明があればフルサイズの高感度体制よりも APS-C のピントの深さの方が有利かなと思います。4. ボケ味。絞り開放のオートでダイヤモンドゲームのコマを撮影しました。黄色の横4個にピントを合わせて前後のボケ具合をテストしました。左が DXMC35 で実行 F 値が F2、右が MC50 で実行 F 値が F3.5。わずかながら DXMC35 の方がボケが大きいようです。レンズなのかセンサーなのか分かりませんが、左の APS-C が暖色、右の FX が寒色です。オートの取って出しで比べると自分は DXMC35 の方が好きです。5. 玉ボケ。 DXMC35 の玉ボケです。左が実行 F 値 F2、右が少し絞って F2.8。中心部の F2 はまん丸、F2.8 はやや角張っています。周辺部は F2 がレモン型、F2.8 は歪んでいます。MC50 の玉ボケです。左が実行 F 値 F4、右が少し絞って F5。中心部の F4 は丸いですが、やや玉ねぎボケ。F5 はやや角張っています。周辺部は F4 がレモン型、F5 は丸いですが角張っています。マイクロレンズは解像感に振っているためか、玉ボケには期待できないようです。今回は室内で人工物だけをクローズアップ撮影しました。室内の物撮りに限定すれば DXMC35mm は優れたマイクロレンズであると思います。今回のキャッシュバックからキャンペーンの対象に入ったのでおすすめのレンズです。MC50mm はマクロ撮影だけでなくスナップやテーブルフォトにも適したレンズです。十分な光量がある場所で花などを撮影したら異なる結果になるかもしれません。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。